どうも、MBTA の本を参考に日々いろいろなことを考えています。R です。あなたは人生の中で自分は何もしていないと思ったことはありますか？今回はドラマ、僕だけがいない街を見て感じた自分は何もしていないという感覚についてネタバレを含みながらお話ししようと思います。僕がこの作品を見て一番強く感じたことは、何もしていないと思うのは確かに自分の中にやりたいことがある証拠で、だけどそのやりたいことの正体が分からずにいる状態なのかもしれないなということでした。僕だけがいない街では主人公の悟が持っている時間が繰り返すリバイバルという能力で人生をやり直すという展開があります。僕が一番興味深いなと感じたところは、そもそも最初の人生の時悟は自分がどんな人間なのかわからない状態になっていたことでした。その時の悟は大人になって漫画家をやってたんですけど、漫画を出版社に持ち込んだ時も、もう一歩踏み込んだ作品じゃないとねと言われてしまうんですよね。だけど本人の感覚として自分には何もないっていうことを知るのが怖いから一歩踏み込むことができないと思っていることが語られるんですよ。僕がこの作品を見て特に共感したというかのが、この主人公の悟と僕の周りにいる人たちの姿が重なる瞬間でした。悟と同じように自分ってなんでこんな風に生きてきてしまったんだろうと感じている人が僕の周りにね結構いるんですよ。だけどそれに対して、今回も合わせてすごく強く思うことは、何もしてないと思う人って本当は何かをしたい人なんだろうなということで、さらに言えばそのやりたいことっていうのが何なのかを今まさにもっと深く掘っていくべきタイミングなのかもしれないってことなんです。もともとの悟は周囲に適当に合わせて適当にやり過ごしてきたと言っていました。だけど僕としてはそれも一つの成功ではあると思うんですよ。本来行動力のある悟は適当に合わせてやり過ごすという行動に焦点を当てて行動してくれば、それを問題なく実行できてしまったんじゃないかなと思うんです。例えばいわゆる多数派少数派というように立場が分かれる場面って本当にたくさんありますよね。そういう時だって自然にしていれば多数派っていうこともあるとは思います。だけど意識的に多数派になる方を選ぶというバランス感覚がある人も少なくないと思うんですよ。そんなの言い方の問題だよと思う場合もあるかもしれないんですけど、それができない人もいる。どうしたら多数派に入れるかわからない人も普通にいるんですよね。だから多数派を選ぶのはただ器用なだけとか個性がないだけと思うこともあるかもしれないんですけど、あくまでそれができるバランス感覚がないとできないことだよなというのが僕の意見です。誰にでもできることではないと思います。悟の場合は実際にその実行力、行動力を最初の人生ではバランスを取る行動のために使ってきた。だけどその結果として自分には何もないって思うことになってしまったのかもしれないなと思いました。それってもしかしたらね、悟はその行動力をバランスを取ることに振り切ってバランスを取る行動を選び続けることでバランス力が向上したとしても満足できないタイプだったからかもしれないなと思うんです。そうやってバランスを取るという行動を実際に続けてきた結果、何もしてないと感じている以上、バランスを取るという行動は悟にとって何かをしたというカウントには入らない行動だった。そういう考え方だと分かったということじゃないかと思います。悟はきっと人生のその時その時をやりたいことをしっかり選んで生きてきたと思います。決してやりたくないことばかりを選んできたわけではないと思うんです。その時やりたいことを達成できているという安心感や喜びをその時々感じてきた。だから大人になって初めて自分って何もしてきてないかもと思うことになったんだと思うんですよ。つまりもしかしたらその時こうしたいと思って選んできたことは悟にとっては本当にやりたいことではなかったのかもしれない。それとは別に本当にやりたいことが本当は心にあって、
だけどそのやりたいことを実際に探してもいないし、探してないからもちろん見つけてもいない。それを自分が一番感じているので、自分は何もしていないと思うようになってしまったのかもしれないなと思いました。今回の悟の話を見ていても思ったんですけど、何でも時間をかけたら上手くなるという話があって、プロとアマチュアの一番大きな違いは練習時間なんだそうです。確かにセンスや才能という違いも実際あるとは思うけど、とある物事に時間をかけるということは、その物事を練習するということに変わりないということなんだなと。だからやっぱり続けてきたことってそれだけ慣れていたりコツをつかんだりする。時間をかけただけ熟練される。そう考えると最初の人生の悟はバランスを取る行動を熟練させる人生だったのかもしれないですよね。そして自分が本当にやりたいことではないことに時間をかけてしまったことに気がついた時、気力をなくしてしまったのかもしれないなと感じました。だけどお母さんが殺されることになってしまって、しかもそれが自分がやったことにされてしまった時、悟はバランスを取る行動ではなく、自分ができることを何でもやろうと、行動というよりもしかしたら意識が、考え方が変わったのかもなと感じました。だからこの話は、行動をしていなかった悟がするようになったのではなくて、別の行動を選んでいた悟がこの行動を選ぶようになったということじゃないかと思います。となると問題はやっぱり自分が本当にやりたいこと、やりたい行動を見つけることができるのかなのかもしれませんよね。つまり自分が今本当にやりたいことって何だろうを突き詰めていかないと、何もしていない自分からは脱することにならないのかもしれないということです。これって本当に難しいことだなと思っていて、もし仮に自分の意識の中に具体的な実行例として自分がこうやって行動するべきか、こういう発言をするべきかと思ってもやらないことがあるとして、それって本当にその行動のオンオフの問題なのかなと思うことがあるんですよ。本当にやりたいことがそれじゃないから自分が実際にやろうって思わないのかもしれないですよね。つまり本当は今はまだ思いついていない方法や手段で何か別のことをやりたいって本当は思っているから、今思いついているこれをやろうとは思わないのかもしれない。それは勇気が足りないとかそういう問題じゃないのかもしれない。ただ自分の本当にやりたいことじゃないから、本当にやりたいことを思いついていないからやらないだけかもしれないと思うんです。やりたいことは絶対にあるし、それができていないことが気になってはいるんだけど、それってどんなこと、何に対してどうするってことの部分がまだ分かっていない。そんな状態が何もしていないと感じる状態ってことなのかなと思いました。悟の場合はリバイバルで大人になったり子供に戻ったりして完全に非日常的な話ですけど、殺人犯と対決をし続けました。そうやって何度もやり直してこうじゃないああじゃないって突き詰めていって、どんどん自分が本当にやりたいことを追いかけていったような、そんな感じがしました。リバイバルをしていく中で悟はまだ踏み込みが甘かった、もっと大胆にといったように考えを改めるシーンもあって、どんどん行動が大胆になっていくし、その大胆な行動をするために周囲の人間たちとの関わり方もだいぶ変わっていくんですよね。とはいえ悟は殺人犯と戦っているし、しまいには殺されかけて植物状態になったりもしてしまう話だから簡単には言えないんですけど、やりたいことを突き詰めていったという点に関しては、何をしたいか、したかったかっていうことをやり直したのかもしれないと思ったんですよね。すべて見終わって一番強く思ったことは、悟は本来こういう正義感あふれる行動力のある人物だったってことなのかもなぁということでした。だけど一周目の人生では自分の本当にやりたいことを見つけられずに、行動力を感じられる機会を得られずに来てしまった。だから
本人が一番自分には行動力があるという実感を持てずに生きてくることになってしまったのかもしれないなと思いました。行動力というポテンシャルのようなものはあっても現実に証明されていないような状態ですよね。そうやって本当はやりたいことがあるけどやらずに来ているので、一周目の人生では何度もリバイバルさせられていたのかもしれないなと思います。最後のリバイバルで子供に戻った後、悟がまたリバイバルすることはなかったというお話でしたよね。ドラマの中で最初にリバイバルが登場したシーンで悟は探せ、見つけろ、違和感をと一生懸命違和感を探してたんですよね。そう考えるとリバイバルという能力は悟に本当はやりたいことを探して見つけること、そしてそのやりたいことを実際にやることを促していたのかもしれないですよね。いつもやっていることっていつもやっているってだけの理由で全然抵抗がなくなってくることもありますよね。だからこの行動には勇気が必要だと感じる時も、もしかしたらただいつも通りじゃないってだけで難易度みたいなものはいつもの行動よりも低いかもしれない。それでも新しいことだからドキドキする。それだけのことかもしれませんよね。今までやってきたこととこれから始めること、本当はこれから始めることの方が自分に合っているかもしれない。だけど始める前は今までやってきた馴染み深いこととやったこともない新しいことであることに変わりありませんよね。悟のように何もしていないと思うことですら実際にやってみたからわかることだったかもしれませんよね。この選択をすると自分は何もしていないと感じる人間だったんだという発見をしているのかもしれません。だから自分は何もしていないと思うとき、どうしても気力がなくなってしまったりするけど、それはもしかしたら今はまだ自分の中に存在しない本当はやりたいあの行動をどうにかこうにか見つけ出せというリバイバルのタイミングなのかもしれません。もちろん悟の場合を見ても、そのやりたいことがその人の安全を必ず保証するわけじゃないし、失敗することだってありますよね。だけどリバイバルしない僕たちは自分で意識的に探せ、見つけろ、違和感をと思うべきタイミングがあるのかもしれません。あなたの見つけた違和感は何でしょうか？僕は日々違和感だらけの毎日を過ごしています。もしまだこの作品を見ていない方は、なぜこの作品のタイトルが僕だけがいない街なのかってことをぜひ確かめていただきたいなと思います。次回は僕の中にあった違和感の一つ、妬みという感情を見つけたことについてお話ししようと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。